さて、今回は、こんなボーカルを作っていくよ。何やらが何やらが鎖で錆びついたその手でさあ何度とかっちょいいですね。ソロでも聴かせてくれないか？ OK、それではお聴きください。いるなんで何やらが何やらが鎖でこのボーカルチェーンと、1000度の空間系エフェクトを、爆速で解説していくよ。さあ、行くぞ。ちなみに、元の状態はこんな感じ。いるなんで何やらが何やさてらが、これがどのように化けていくのだろうか。まずは定番、スーズ2です。簡単に言えば、耳障りな音を除去してくれるすごいやつだよ。耳障りな音って、どんな音ですか？ならば、ハイライトして聞いてみようか。錆びついたその手でさあ何なるほど。4kHz あたりには、キンキンする音が潜んでいるのか。あと、今回は 840Hz あたりも強めにカットしておいたよ。コンコンする音ですね。お、そうだな。それでは、全体をオンオフして聞いてみよう。いるなんで何やらが何やらが鎖で錆びついたその手でさあ何度とええやん。だいぶスッキリして、聞きやすい音になったな。そういうこった。ほんで次はコンプだね。いるなんで何やらが何やらが鎖で結構潰すんですね。LA2A なら、これくらい潰しても自然にまとまってくれると思うよ。そうなのか。後で試してみるぜ。ほんで、これはなんだ？これは、ザ・ゴッド・パーティクル。EQ とステレオエンハンサーと、リミッターが合体したプラグインだね。今回は、エンハンサーをメインで使っていくよ。錆びついたその手でさあ何度と諦めかけなんかすごい。続いてはこちら、マニーマロクイン、トリプル D です。ボーカルに潜む、様々な問題を一気に解決するプラグインだよ。除去できる音は、それぞれこんな感じ。諦めかけ使って開いた先はそれじゃあオンオフで聞いてみるか。いるなんで何やらが何やらが鎖で錆びついたその手でさらにスッキリしましたね。お次はフィルター、ボルケーノ3。EQ のローカットとハイカットの、専用プラグインだね。いるなんで何やらがローカットが 130Hz、ハイカットが 9000Hz だよ。いや削りすぎだろ。でも、全然普通に聞こえると思わない？じゃあ、オンオフで聞き比べて確かめてみましょう。諦めかけ揺らいでぶつかって開いたあれ？先は問題なさそうだな。そうでしょ？その秘密は、フィルターの形にあるんだ。フィルターの形ですか？カットオフ周波数に、山があるのがわかるかな？これを平らにすると、こうなります。音が残ったぞ。そうなんだ。つまり、山を作っておけば、強めにカットしても、広域感を残すことができるということ。ちなみに、低域も同じことが言えるよ。強めにカットすれば、他の楽器のスペースを確保できるので、ぜひ他の楽器の EQ でも試してみてね。よくわかりました。続いて、直ディレイだよ。直ディレイ。何やらが何ウェットは 1%。フィードバックは最小。一回だけ跳ね返ってくる設定ですね。そういうこった。諦めかけ揺らいでハイカットは 3000Hz くらい。ぶつかって開いた先はローカットは 150Hz くらい。なるほどなるほど。ほんで、ピンポンモードで左右に広げているね。いい広がりですね。今回使ったのはレプリカ XT だけど、今説明した機能なら、大体どんなディレイにも含まれているので、ぜひみんなも試してみてね。やるしかねえんだ。続いて、直リバーブ。かなり短めの設定だよ。何やらが何やらが鎖でふわっと空間を感じますね。オフだとこんな感じ。なるほど。音が薄くなったな。ちなみに、リバーブ単体ではどんな音がしているんだ？じゃあ聞いてみよう。何やらオフにしてみるよ。何やらが本当にうっすら鳴っているだけですね。そうなんだ。ちなみに、プリセットから好きな響きを選ぶだけで OK。少しだけ、空間的な厚みを追加するのが目的なので、気軽に選んでいいよ。あとは、
リバーブ単体の音量を、存在感が消えない程度まで下げておけば、良い感じに馴染んでくれると思います。しかし、初めて見るリバーブだな。いつの間に買ってたんだ？これね。なんと、ロジックプロの最新バージョンに追加された、付属のリバーブなんだ。まさかの無料プラグイン。クワンテックルームシミュレーターというやつだね。最新版にアップデートして、みんなも使ってみよう。たまんねえぜ。そんで、最終弾は、何の変哲もないフィルタリングです。ローカットは 190Hz、ハイカットは 14kHz だね。スロープは 18dB パーオクターブ。少し急峻ですね。気色悪い語尾をやめろ。ちなみに、ローカット側には山を作って、厚みを復活させているよ。ふむふむ。ミックスの時に、他の楽器が入るスペースを確保できるので、最終弾にフィルターをかますのはマストだね。言わずと知れたプロ級4を使っているけど、このくらいの作業なら、どんな EQ でも同様の結果を得られると思うよ。最終弾にフィルター、覚えておこう。ほんでいよいよ、鮮度の空間解説です。コーラスで左右に音を増やすことを、私の故郷では、ダブリングと言っていました。言っていません。4種類のコーラスが搭載されているのか。曲の雰囲気に合わせて使い分けることができるんだな。そういうこった。ちなみにこれは、スタジオ D コーラス。UAD スパークの中に含まれているよ。サブスクしなくては。ほんで、コーラスの後ろには、再びフィルターです。ローカットは強めに 230Hz、ハイカットは 9kHz だね。かなり急なスロープだな。空間系は、普通より強力にカットすることを意識すると、大体うまくいきます。あとは、コーラスの成分だけをリバーブに送る、二重鮮度もおすすめだよ。コーラス成分も空間に馴染ませる、隠し味的な技だね。なるほど面白い。では、この流れでリバーブを解説していこう。グワングワンしている。一つ一つ解説していくね。まず紹介したいのがこちら、ラウムという無料プラグインだよ。無料プラグイン、お手並み拝見といきましょう。まるで、雲の上を歩いているような気分になるな。そうですか。しかし、このままだとジャブジャブすぎるので、超絶カットのフィルターをかまします。まるで、雲の上でお昼寝している気分になるな。感想がメルヘン。ローカットに関しては、Q を下げることで、だいぶ手前から強力にカットする設定にしているね。ちなみに、プロ級4では、こんなカットができるようになりました。スーズ2みたいな動きだな。多分そんな感じ。雲が晴れたような音ですね。勝手に晴らすな。いや、晴らしましょう。ともかく次が、グワングワンの正体、ダッキングリバーブの解説だよ。主にダンスミュージックなどで見られるテクニックだね。やはり面白い音。これはキックスタート2という、サイドチェーンコンプ的なサウンドを一瞬で手に入れることができる、便利系プラグインだね。ドライウェットのミックスノブがついていて、適用量を調整することもできるんだ。今回はオートメーションで制御してみたよ。なるほど面白い。リバーブ音は全体を濁らせやすいので、部分的に音量を抑えるというのは、ぜひ取り入れたい手法だね。サイドチェーンコンプでも、原音が鳴ったタイミングでリバーブを潰せば、同様の効果が得られるので、みんなもぜひ試してみてね。やるしかねえんだ。そして最後がこちら、ステレオイメージャーのステージ1だよ。モノスプレッドというパラメーターで、真ん中に密集した音を左右に散らすことができます。さらに、それをイズスで広げることもできるね。オンオフで聞き比べてみようぜ。オン。オフ。オン。なるほど、真ん中あたりの濁りが、左右に分散しましたね。そういうこった。それではもう一度、すべてをオンにして聞いてみよう。ダスモード調に巻かれみんなで仲良く生きるなんて何やらが何やらがこれはすごい。カットしまくったので、空間が強くても大丈夫。全体で聞いても濁らないと思うよ。何やらが何やらが鎖で錆びついたその手でさあ何度と諦めか
リズムに同期するダッキングリバーブが、独特のノリを作り出している。空間がエフェクティブすぎると思ったが、全体で聞くといい感じに馴染むんだな。不要な成分をカットしたり、濁る空間成分を部分的に抑えたり、スッキリさせることで、自由度の高い音を作ることができるというわけだね。とっても勉強になりました。てなわけで、ボーカルミックスの解説はこの辺で終わろうと思うよ。ドラムミックスや、ギター、ベースの作り方、そして音量バランスの解説は、別動画を用意しているので、興味がある人はぜひチェックしておいてね。それは助かるな。後で見に行こう。私はお昼寝してきます。じゃあ雲の上まで蹴飛ばしてやるよ。私たちの足元を見るのをやめろ。それではこの辺で失礼しましょう。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくね。何やらがえ自分で積み重ねてきたものすべてを未だ散らせ未来でいつだって笑っていたいから何